皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田政権発足に伴って今人事が注目されています。この人事をめぐっては様々な報道が出ているのですが、これらに惑わされずに、どのようなポイントについて見ていくべきかということを解説していこうと思います。まずは最初にどのような人事発表が行われているか、現在はまだ政権が実際に発足はしていないので、大臣についての顔ぶれはまだ確定はしていません。ですからまずは自民党の中における党役員人事が発表されているので、そこからまずは見ていきましょう。自民党が党役員人事を発表しました。ここで最も話題となっていたのは幹事長が甘利さんだということ。そしてその他においては総務会長福田さん。この方は総裁選において若手議員たちが派閥の垣根を越えて自由に投票すべきだという活動を主導した方です。そして総裁選の候補者であった高市さんがここで政務調査会長になっています。その他インターネット上で話題になっているのが小渕優子さんについてで、別に総裁選についてどうこうではなくて、この方がかつては政治資金問題で大いにインターネット上で話題になり、その際の証拠隠しとして情報の入っているハードディスクをドリルで潰したのではないかといった報道があったことから、ドリル有効などという形での盛り上がりを見せています。そして高市さんと同じく総裁選候補者であった河野さんがここでは広報本部長となっています。広報本部長というのは、この党役員人事から言えば最も下にランクされるものであり、これまでテレビなどで多く取り上げられてきたような華々しい仕事、表立った仕事というものから格下になったのではないかといったことが言われています。党役員人事が発表された後、インターネット上やもしくは報道機関の報道などを見ていくと、様々な批判の記事が出ています。そのポイントとしては、幹事長に甘利さんがなりましたよというところから、まずは甘利さんの議員として様々な疑惑がありましたよという点や、もしくは今回の人事というのは、安倍さんもしくは麻生さんの意向に完全に従ったものであり、岸田さんはもはや傀儡に過ぎないという批判的なものです。確かに、すでに総理大臣ではない安倍さんが自分の意向によって党の役員人事などをどんどん采配をしていて、そして政権の政策そのものについても我が家のものにしようというのであれば、これはまさに陰性であり、そのようなことが許されるものではありません。しかし現実問題果たしてそこまでなっているかといえば、おそらくはそうではないでしょう。なぜならば今回そうした安倍さんの意向を丸飲みしたんだという記事がある一方において、その全く逆の安倍さんは今回の人事に怒っていますよという記事なども出ているからです。それは今回の人事において高市議員が政務調査会長になっていることです。総裁選の時に高市さんを推していた安倍さんは総裁選が終わった後、高市さんを要職につけるべきだということで様々なところに推薦をお願いしていたそうです。しかし蓋を開けてみれば幹事長は甘利さん、そしてまだわからないものの政権内部閣僚の人事としては採用されずに党役員人事で政務調査会長になったのは安倍さんとしては大いに不満だったというのです。実際安倍さんがこの人事は不満だと発言したわけではありませんが、そのように安倍さんの意向を丸飲みしたんだ、こんなひどい話はないんだという報道がある一方において、全く自分の要望が叶っていないんだという記事なども出ているように、かなり憶測記事などが飛び交っているような状況だと言えます。今回の党役員人事では小渕優子さんが入っていたり、もしくは総裁選の候補者であった河野さんが役員としては非常に低いレベルで採用されていたりもして、その点なども話題になっています。しかし私たちが本来見なければならないポイントというのは実は全くその外にもあります。というのは今回甘利さんが幹事長になったことによって安倍さん、麻生さんとの連携が深まるという点について報道機関は批判をしているわけですが、ここに大きなポイントがあります。それは二階幹事長もしくは親中派の勢力をおそらくは排除しにかかり、そのことが成功しているんだなということを伺い知ることができるからです。麻生さんにしても安倍さんにしてもそうなのですが、基本的に彼らの政策の方向性というのは基本的に親中派の議員としての性格は持ってはいません。もちろん結果的にはまだまだ押し切られている、まだまだ不十分な政策というのもたくさんあって、中国側の静かなる浸透というものを許していることはあるのですが、自民党の中にたくさんの親中派議員がいることや、もしくは公明党そのものもなかなか抵抗勢力として手強い、こういったこともあって中国に対する警戒感をあらわにしてその政策を強力に推し進めるというのは
どっちみち難しいことは私にもわかります。ですから親中派の勢力がどんどん伸びるのを何とか食い止めようとして動けば、それは様々なところで目立った動きになるのはちょっと仕方ないかなと思うのです。そしてそれらの政治的な活動というのはあくまでもその個人の政治信条に従った行為であり、決して批判されるようなものではないと思います。というわけで今回の役員人事について、報道機関はどちらかというと批判の種にしたいものがたくさんあるぞと言ってつついているわけですが、全体の要旨としては親中派を排除したことが私は一つ大きな評価ポイントだと思います。そして党役員人事が終わった後においては、今度は大臣が誰になるのかなという閣僚人事へとその注目が移っていきます。私は国際情勢の観点から、まずは国防をしっかりと固めなければならないよという観点を持っているわけですが、しかしそれだけでもちろん全てが解決するわけではありません。日本国内には日本国内特有の問題が様々あって、これらを解決しなければ、いくら外側からの攻撃に対するまとめを固めても内から崩壊してしまうのでは意味がありません。経済対策をどうしなければならないのか、そして労働者の給料を上げるためにはどんな政策が必要なのかについても具体的に踏み込んでいかなければなりませんし、行財政改革についても様々なものが必要でしょう。そしてデジタル庁をせっかく作ったんだから、これをいかにして改革の道具として使いこなすかについても岸田総理の手腕が試されることとなります。そしてそのような閣僚人事、そしてそれぞれの政策といったものを打ち出した末に出てくるのが、さあ選挙ですよというお話です。皆さんもすでにお気づきかとは思いますが、岸田総理が誕生した時にどんな政策をしたいか皆さんはご存知でしょうか。これこれをやりたいんだなという一番のキーワードというものが何か、皆さんはおそらくは思い浮かばないでしょう。岸田さんは総裁選の時においてはどちらかというと特徴のない政策を様々挙げてきました。まあそういうものも考えられるようなといったような無難なものを取り揃えている感じがあって、決してこれをやりたいんだとズバッと印象に残るような政策を打ち出していたとは私には思えないからです。私はそのような中途半端さというのが岸田政権に対する期待値が低い状態になった原因じゃないかなとも思っています。ですが実際に総理大臣になり、そして選挙になりましたよとなったならば、しっかりと目玉政策としてこれをやるんだというものを強く打ち出してくれないことには、日本国民にとっても大いに戸惑う選挙になると私は思います。というわけで今回の動画においては、党役員人事が発表されて、マスコミなどは安倍さんの傀儡政権、もしくは安倍さんの影響力が強すぎるといったことを批判する記事などが出ているわけですが、党役員人事において親中派の勢力を排除しにかかった、そういった点についてもっと評価すべきだと思っています。そして今後の注目点は、どんな政策を打ち出して選挙へと突入するか、大臣の任命のポイントなどから少しはこのあたりの方向性などについて見極めていこうと思います。皆さんは岸田政権の今後についてどのような予想をしているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。